皆さんこんにちは、オッキーです。今日はパイナップルアップサイドダウンケーキのレシピをご紹介します。缶詰でももちろん生のパイナップルでも美味しく作ることができます。アップサイドダウンケーキという名前のわけは、焼く前にはまず型の一番下にパイナップルを敷くのですが、こんがり焼けたら型をえいやっとひっくり返してパイナップルが上になるように盛り付けます。だからアップサイドダウン逆さまケーキというわけです。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。今回の動画にはケーキ作りを失敗しないためのコツをふんだんに盛り込みました。ちょっと長いですが、よかったら最後まで見てしっかりとコツを習得してみてくださいね。アメリカンベーキングにご興味がございましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきましょう。一番最初の準備としてバターと卵を室温に戻しておきます。オーブンの予熱に時間がかかるようなら、ここでもうスイッチを入れておきます。型の準備をします。今日は9インチ23センチの丸型を使いますが、8インチ20.5センチの角型でもできます。ある程度の深さのある型を使いましょう。角型で作るとこんな感じ。型には底と側面に薄くバターを塗り、必ずそこにパーチメントペーパーを敷いておきます。もし型の深さが十分かどうか不安な場合は、オーブンに入れるときに下に天板を置くことをお勧めします。粉類を計量します。今日のケーキはふんわりしっとり仕上げたいので、オールパーパスではなくケーキフラワー、日本の薄力粉にあたる軽い粉を使います。1と3分の2カップ。アメリカでケーキフラワーを購入する場合は、ブリーチドではなく無漂白のアンブリーチドがおすすめです。ベーキングパウダーを測ります。小さじ1と2分の1。塩を測ります。小さじ4分の1。粒子の細かいものがいいでしょう。塩が入ることで味が引き締まります。泡立て器を使って粉類をよく混ぜておきます。こうすることによって振るわなくてもダマを取り除き、空気を含ませることができます。液体の材料を計量します。サワークリーム 118ml。デイジーは私のお気に入りのブランドです。もしサワークリームがなければ、ギリシャヨーグルトか水切りヨーグルトで代用ができます。牛乳大さじ2を加えます。ヨーグルトを使う場合、この牛乳はなくても良いです。バニラエッセンスを加えます。小さじ2分の1。これらの材料をカップの中でよく混ぜるために、私は火起こしの術を使って混ぜます。ほら、滑らかになりました。パイナップルを型の底に敷きます。トッピングのペーストを作るためにブラウンシュガーを測ります。3分の1カップにギュッと押し込んで計量します。ボウルの中のバターは室温で柔らかくなっています。ここにオプションでレモンの皮のすりおろしを加えます。柑橘系の皮をおろすときに欠かせないのがこの道具。マイクロプレーン社製のゼスターは、さすが昔は工具を作っていたブランドだけあって切れ味抜群。白いところを削ると苦みが出てしまうので、一番外側の黄色い皮だけを削ります。普通のおろし金だと刃に削った皮が詰まってしまうのですが、これはトントンとするだけで簡単に皮が取り出せます。バターとブラウンシュガーを練ってペースト状にします。バターが室温で柔らかくなっていれば簡単な作業です。ペーストを用意しておいた型の底に塗り広げます。あまり縁まで広げないようにしましょう。パイナップルは今日は缶詰を使いますが、生のパイナップルでも OK です。パイン缶はジュース漬けタイプを使いましょう。シロップ漬けだとパインの香りも弱く甘すぎます。街では輪切りスライスのほか、チャンクス、角切りやクラッシュ、細切れといったものも見かけます。パイナップルは缶詰でも生でもペーパータオルで水気を拭き取ってから使います。9インチ丸型の型だと輪切りが7枚入ります。隙間を詰めたければ8枚半ぐらい入ります。角型はきっちり詰めれば9枚入ります。ケーキ生地を作ります。グラニュー糖を測っておきましょう。1カップ約 210g。
お菓子のレシピでカロリーが気になるからとお砂糖の量を適当に減らしてしまうと、ケーキの膨らみや焼き上がりに大きく影響します。このレシピは試作を重ね、美味しく失敗せずに焼ける分量になっています。室温で柔らかくしておいた無塩バターと砂糖、同じく室温の卵です。はじめにバターを軽くほぐします。お砂糖を3回に分けて加えます。そしてその都度よーく混ぜます。ここでバターと砂糖をしっかりとクリーム状にしておくことが大切です。時々ヘラでボウルを拭いましょう。バターにしっかりとボリュームが出たところで、室温の卵を1個ずつ加えます。そしてその都度よーく混ぜます。はじめは低速で、卵が馴染んだら中高速にしてしっかりと混ぜます。ここで卵が室温になっていない冷たい状態だと、バターと混ざりにくく分離してしまうことがあるので気をつけましょう。時々ヘラでボウルを拭うことを忘れずに。卵は3個一度に入れず、必ず1個ずつ小さなボウルに割って、割れた殻が入っていないかなどチェックしてから加えましょう。卵を加えたら、まずは低速でなじませて、そこから中高速でしっかりと混ぜます。最初にバターと砂糖をよく攪拌してボリュームを作っておくこと、そして卵を1個ずつ加えてその都度よく混ぜること、この手順をきちんと踏めばボリュームがあり口当たりの良いケーキ生地になります。逆に適当にやると生地の膨らみが足りなかったり、混ぜている途中で分離してきたりします。ふんわりとした滑らかな生地になったら、粉類と液体の材料を交互に加えます。まずは粉類の3分の1。ハンドミキサーの低速、これぐらいのスピードでゆっくりと混ぜます。9割方混ざったらハンドミキサーを止めてヘラでボウルを拭います。次に液体の材料の2分の1を加えます。またミキサーの低速でゆっくりと混ぜます。もしミキサーの低速設定がなければ、すべてヘラで混ぜましょう。続いてまた粉類の3分の1。粉と液体を交互に入れるのです。この手法はアメリカのケーキのレシピでよく使われています。またボウルをヘラで拭って、液体の材料の残りを入れます。再び低速でゆっくり混ぜます。ここでハンドミキサーの出番は終わり、浮かせたミキサーを高速で回してアタッチメントについた生地を飛ばします。深いボウルだとこれができます。最後はヘラに持ち替えて、残りの粉類を加えます。このドライ、ウェット、ドライ、ウェット、ドライの順で材料を加えていく方法、面白いですよね。最初と最後は必ずドライ、粉類にします。生地を混ぜるときはヘラを大きくボウルの底から持ち上げるようにして動かしましょう。
大きく優しく折り込むようにして混ぜます。混ぜすぎないこともとても大切です。ぐりぐり混ぜれば混ぜるほど生地の膨らみが失われ、小麦粉のグルテンの粘りが出て硬いケーキになってしまいます。生地を型に入れます。ここでオーブンの予熱はちゃんとできていますか？小さなヘラを使って生地を平らにならします。オフセットスパチュラはお菓子作りの時にはよく使います。1本あると便利ですよ。平らになったら型を台に2回ほど軽く打ちつけて生地が隅まで行き渡るようにします。さあ、いよいよオーブンへ。中段でだいたい焼き時間は50分ぐらい。少しこんがりしっかりめに焼いた方が美味しいです。真ん中に竹串を刺して何もついてこないのを確認して、焼けました。こんがり美味しそう。このまま型ごと網の上で10分から15分ほど冷まします。いよいよひっくり返します。大きなお皿を型にかぶせて、網があるから素手でいってみよっか。せーの、よいしょ。そーっと型を外します。真上に持ち上げましょう。じゃーん、美しく焼けました。あら、ちょっとパインが落ちてたわ。修正。美味しそうですね。ほかほか湯気が出ています。温かいうちに食べても美味しいし、室温に冷ましてからでも。今日は晩ご飯の後のデザートなので、このまま冷まします。待ち遠しい。ケーキを切り分けます。ナイフを細かく前後に動かしながら丁寧にカットしましょう。ケーキ生地は柔らかいので力を入れる必要はありません。12等分にしてみようかな。サーバーを使って取り分けます。こっちの丸いところにしよう。倒れちゃった。パイナップルのジュースとブラウンシュガーが一体となった甘いトッピングにしっとりふんわりのケーキがよく合います。ではいただきます。ケーキの部分はソフトでしっとりしています。サワークリームのおかげですね。美味しい。普通のスポンジケーキだと軽すぎてパイナップルに負けてしまうので、このケーキ生地がやはり相性がいいと思います。この底や周りのこんがり焼けたところが本当に美味しい。この側面のこんがりをみんなに均等に味わってほしいので、もし角型で焼いた場合もぜひ放射状にカットしてくださいね。すぐに食べきれない分は食品包装用の OPP シートやラップに包んで冷蔵または冷凍保存が可能です。食べるときは室温に戻してから、それから少しだけレンジで温めてほんのり温かい状態も美味しいです。バターを使ったケーキなので冷たい状態だとケーキ生地の部分が硬くなってしまうので、室温か温かくして食べることをおすすめします。いかがでしたか？コツをしっかりと押さえれば上手に焼けるパイナップルの美味しいケーキ、ぜひ作ってみてくださいね。質問やコメントお待ちしています。他のレシピ動画もよかったらぜひ見てください。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね。